に楽しく遊べる不思議な実験を紹介するよ。コナン君待ってよ。蘭姉ちゃもうコナン君一人で先に行かないでよ。蘭姉ちゃん、あっちで面白そうな実験が始まってるよ。早く行かなきゃ遅れちゃうよ。じゃあみんなまた後でね。じゃあ私も行ってきます。待ちなさい。待ってコナン君。21世紀子ども百科科学館。名探偵コナン不思議実験やってみよ人がたくさんいるわね。どんな実験をやってるのかしら。早く行くわよコナン君。う。もう勝手なんだから。ねえコナン君、これ何を作ってるのかしら。モーターだよ。モーターをどうやって作るの？モーターを作ろう。クリップモーターの材料は太さ 0.3 ミリのエナメル線、フェライト磁石1個、ゼムクリップ2個、そして炭酸のアルカリ乾電池が1本。ゼムクリップを使うからクリップモーターね。そうだよ。まずエナメル線でモーターの回転する部分、コイルを作るよ。エナメル線の先を10センチくらい残して乾電池に巻きつける。ぐるぐると10回巻いたらエナメル線を10センチくらい残してハサミで切る。乾電池からエナメル線を抜き取ると輪ができてるよね。これがコイルね。この輪がバラバラにならないようにエナメル線の先端をコイルの穴の中に2回くぐらせる。反対側のエナメル線も同じようにコイルの穴の中を2回くぐらせるんだ。両端をしっかりと引っ張っておいてね。サンドペーパーで片方のエナメル線の半分から先の部分のエナメルを削り取り、2つに折ってねじる。反対側のエナメル線は根元から全部エナメルを削り取り、同じように2つに折ってねじる。片方は半分だけ、もう片方は全部のエナメルを削るのね。間違わないように注意して。これでモーターのコイルが出来上がった。次に乾電池の両側にビニールテープを貼り付ける。ビニールテープを貼り付けたらゼムクリップの針金をこんな風に伸ばす。伸ばした部分を乾電池とビニールテープの間に差し込む。この時ゼムクリップと乾電池の電極がしっかりとくっつくように気をつけて。反対側も同じようにゼムクリップを差し込むのね。そう、外れないようによく押さえてね。乾電池の上にフェライト磁石を乗せて、さっき作ったコイルをゼムクリップの穴に通す。これでモーターの完成だ。もうできちゃったの？コイルをちょんと叩くと回った。とっても早く回転するのね。同じ仕組みでもっと大きなモーターやこんなに大きなモーターも作れるのね。乾電池の数や磁石の大きさを工夫していろんな大きさのモーターを作ってみてね。モーターが動く仕組みは102ページにあるよ。先生、棒をこすって何してるのかしら。赤いものが棒の先で浮いてる。静電気で浮かぶ静電気クラゲだよ。赤い紐で作ったクラゲを静電気の力で空中に浮かべてるんだ。でもあの子たちうまくいってないみたい。ちょっとしたコツがいるんだよ。静電
気で遊ぼう。では静電気クラゲの作り方。ポリエチレン製の紐と道具にハサミとたわしを使うよ。なんでたわしを使うの？後でわかるよ。まず紐を長さ20センチくらいに切る。これが静電気クラゲになるんだ。紐を端から広げていくよ。汗がつかないように手はきれいに洗っておいてね。紐を広げたら縦に2つに裂いて片方だけを使う。そして紐の端を1回だけ結ぶんだ。こんな風にね。キュッと結び終わったら端の余った部分をハサミで切り落とす。なるべく結び目の近くを切るのがコツだ。どうして？浮かびやすいようにできるだけ軽くしたいからね。ここでたわしを使う。紐を細かく裂くのに便利だよ。なるほどね。たわしでできなかったところは手で丁寧に裂く。これで静電気クラゲの出来上がり。じゃやってみよう。長さ50センチの塩化ビニールのパイプをティッシュペーパーで何回もこする。静電気クラゲもティッシュでこする。クラゲの足が開いてきた。静電気が溜まっている証拠だ。さあやるよ。クラゲを思いっきり上に放り投げて。浮かんだ。クラゲが落ちないようにパイプを上手に動かすんだ。あとね、この実験は静電気の起きやすい乾燥した日でないと難しいよ。じゃあ冬なんかいいわね。他にも化学繊維のセーターなんかは静電気が起きやすいから、ゴム風船をこすると風船に静電気が溜まって友達にくっつけたりして遊べるよ。簡単にくっついちゃうんだ。たくさん風船つけたら体が浮いたりして。静電気の話は106ページを見てね。コナン君見て、白い煙がいっぱい。ドライアイスよ。あれは煙じゃなくて細かい水滴が集まったものなんだよ。ドライアイスって何が凍ったものかしら？ドライアイスって何？ドライアイスは二酸化炭素が凍ったもので約マイナス80度なんだ。そのまま触ると手にくっついて危ないから、持つときは必ず軍手をするように。小さく割ったドライアイスをビーカーの中に入れるよ。よく見ててごらん。白い煙がだんだん上に上がっていく。ドライアイスが消化して出てきた二酸化炭素が煙を上に押し上げているんだ。ここに二酸化炭素が溜まってるのね。ドライアイスの二酸化炭素を使ってビーカーの中のろうそくの炎を消してみよう。どうして消えるの？二酸化炭素は空気より重いから、ろうそくの周りに溜まって燃えるのに必要な酸素がなくなってしまったんだ。なるほど。今度はシャボン玉をどうするの？見てて。浮かんでる。シャボン玉は二酸化炭素の上に乗ってるから落ちないんだ。ドライアイスの話は74ページを見てよね。綺麗な音ね、コナン君。指でワイングラスをこすってるんだ。他の食器でも音が鳴るのかしら？食器を鳴らそう。指に水をつけると鳴りやすいよ。いろんな食器で試してみよう。やっぱりワイングラスはよく鳴るわね。ワイングラスはガラスが薄くて振動しやすいから鳴りやすいんだ。じゃあこのコップは？あれ？鳴らない。同じガラスでも厚みがあると振動しにくいから鳴らないんだ。この湯飲みもそうだよ。ほんとだ。
なるように見えてもならない食器もあるのね。そうなんだ。それじゃあこの大きな器は？あ、少しだけど鳴ってるわ。こんなに分厚くてしっかりしてるのに。厚みのある食器でも大きいと振動しやすいから音が出るんだ。じゃあグラタン皿は？やっぱり大きさの割に厚みがあるからならないわね。ただし鳴るか鳴らないかはいろんな食器を試してみないとわからないよ。今度は音の違いを聞いてみよう。音色が微妙に違うわね。同じワイングラスでも形が違うと音も違うんだ。それじゃあグラスの中に水を入れて鳴らしてみよう。水面にさざ波が立ってる。ガラスの振動が水に伝わって波ができるんだ。水の量を調節して音階を作ることもできるよ。すごい！簡単な曲なら演奏もできるわね。もちろん。食器を鳴らす話は44ページだよ。蘭姉ちゃん、シャボン玉で遊んでる。大きいわね。でもすぐ割れちゃうみたいだね。そうね。大きくても割れないシャボン玉ってできないのかしら。巨大シャボン玉に挑戦。大きいシャボン玉を作るにはまず中性洗剤、そして洗濯のり。ただしこれはポリビニルアルコールが入っているものを使うこと。最後に普通の水。それぞれ1対5対10の割合で混ぜるんだ。あとはこれをみんな混ぜるだけで大きくて丈夫なシャボン玉ができちゃうの？そう、とっても簡単でしょ。でも混ぜるときはゆっくりと混ぜてね。どうして？静かに混ぜないとシャボン液が泡立って器からこぼれちゃうんだ。そうか。それでこんなにゆっくりと混ぜてるのね。そう、特に水を入れるときは器の壁に沿って少しずつ流し込むようにするといいよ。さあ、これでシャボン液の出来上がり。あと空気が乾燥しているときはグリセリンを少し加えるといいよ。グリセリンは近所の薬屋さんで売ってるからね。最後にゆっくりとよくかき混ぜて、早速テストしてみよう。あ、できたできた。じゃあ大きくて丈夫なシャボン玉に挑戦しよう。まず針金で大きな輪を作って包帯を巻いたものを用意して、ほら！うわー、すごいすごい。こんなに大きなシャボン玉ができちゃうんだ。そう、面白いでしょ。今度は大人より大きいシャボン玉を作るよ。木綿のロープで大きな輪を作ってゆっくりと広げて、1、2の3。できた。シャボン玉の遊び方は、150ページを見てね。コナン君、今日は楽しかったね。身近なものを使って簡単に実験ができるんだね。本の中には他にも面白い実験がたくさん紹介されています。ぜひみんなも実験してみてね。それじゃあ、さようなら。
小学館21世紀子ども百科科学館発刊記念夏休みに親子で挑戦理科の自由研究映像コンテスト。身近な自然の観察や実験など、この夏親子で挑戦する理科の自由研究の記録をビデオ映像でお送りください。詳しくは本の中のチラシをご覧ください。小学館21世紀子ども百科ビデオシリーズ名探偵コナン科学館謎の招待状事件。コナンやランたちが不思議だけどとっても面白い科学体験をする名探偵コナンのビデオ特別編。全国のレコード店や書店でお求めください。